こんにちは、とまろぐです。今回はですね、ちょっと久しぶりにワクワクするというか、これめっちゃ面白いんじゃないっていう感じのジャンルのねガジェット紹介していこうと思います。ちょうどさっきねなんか日本で先行販売があって、結構ね近くにいたんで、これ買わなきゃと思ってね、もうその場ですぐ買ってきたものなんですけども、じゃんとこちらですね、ナッシングのサブブランドの CMF フォン1っていうねスマートフォン購入してきました。このスマホね結構面白くて、これ自体4万円台で購入できるっていうところはもちろんなんですけど、なんかねいろんなモジュールをこうやってね組み合わせて、なんかすごい楽しくねこうカスタマイズできるっていうスマートフォンなんですよね。これ用のアクセサリーとかケースとかをねなんか 3D プリンターで印刷してる人とかがいて、そういうことできるならめっちゃ楽しくないと思って、ずっとね日本販売をね、心待ちにしてたんですよね。今回はねこれについて実際のどんな感じで遊べるのみたいなところをちょっと紹介していこうかなと思います。ちょっと楽しみですね。というわけで早速いってみましょう。はい、今回モジュールがたくさんあります。おもちゃみたいですね。なんか小さい頃のこのおもちゃを思い出すんですが、改めましてこちらが CMF フォン1です。こちらはねナッシングっていうもともと英国のスマートフォンメーカーですごいデザインがソリッドというか印象的なスマートフォンシリーズがあるんですけど、そこのサブブランドとして展開されている CMF のスマートフォンの第1弾という形です。これめちゃくちゃすごいのが44,800円で購入できるという価格の安さですね。結構最近ってやっぱスマートフォンすごく高くて、手元にあるねこういうピクセルとかもこれ25万円ぐらいするし、 iPhone とかもねやっぱり普通に購入しようとすると17万円とか、15万円とかそのぐらいしてくる感じなので、それと比べると価格帯は3分の1っていうところで、今格安スマートフォンってどのぐらい満足に使えるもんなんだろうっていうのがねすごく気になっていたので、今回日本上陸のタイミングで購入してみたというわけです。今回ね、即売会というかもう当日限定のね先行販売があったんですけど、それに行ってみたんですよ。そしたらねこういう感じで、なんかいくらぐらいするんだろう、これ定価だと5,000円とかしてくるようなこういうね着せ替えのカバーのアクセサリーだったりとか、あと結構ねモジュールでいろいろ遊べるのが本当に特徴的なスマートフォンなので、その背面に取り付けられる、このなんていうんだろう、お財布っぽい形のカードケースだったり、このね、ストラップだったり、これすごくないですか？ここねモジュールがちゃんとこういうのがついていて、それでここもうストラップのホールとかじゃなくて直接スマートフォンにカチッとね取り付けられるっていうモジュールがあったり、そこになんとこういうねスタンドを取り付けたりとか、そういういろいろね拡張して遊べるスマートフォンなんですよね。単純にね価格で4万円のスマートフォンってどうなんだろうっていうのはねすごいありつつも、やっぱりそういうね遊び心というかユーザー側が活性化して楽しめるスマートフォン展開するっていう点でやっぱり、ナッシングとかはすごく面白いなと思います。というわけで早速開封しょっとよいしょ。はい、いいですね。紙に包まれてる感じ、最近のスマートフォンって感じがする。発色いいな。久々になんか白以外のスマートフォンを選ぶ感覚があるんですが、よいしょ、ビリッと破くと質感いい。はい、こんな感じです。この表面から見た感じだとすごい普通のスマートフォンって感じはするんですけど、この背面めちゃかっこいいんだけど、これ今回購入したのはオレンジ色で、他にもね青い感じとかちょっと薄いグリーンとか、あとブラックがあるんですけど、着せ替えができて結構がっつりねここぐらいまで本当に完全に本体を覆う形のカバーなので、それを考えると、こうやってね着せ替えられるならやっぱりちょっとビビッドなオレンジ手に入れてみようかなっていうのがあって、今回はこちらにしています。一応付属品に関してもちょっと見ていこうと思うんですが、こんな感じでケーブルですね、充電用のケーブル白で、あとはここは
やば、このデザインいいですね。これシムピン、シムピンって結構なくしやすいんだけど、これ引き出しに入れといたら一発でわかる色をしています。シムピン、ちょっと本体しっかり見ていこうかな。はい、という感じで、まずデザインの話というか見た目の話からしていきたいと思います。今までのナッシングのこういうねスマートフォンとかだと結構ね透明感というか、割とこう機械的なインダストリアル感がすごい強めなイメージがあったので、ちょっとねゲーミングというかそういうね要素もあったのでちょっと敬遠していたところはあったんですけど、 CMF シリーズに関しては割とこの一色でシンプルなデザイン性なので、そこが個人的にはすごくハマっていますね。それでありつつも普通すぎないスマホというか、ここのねこういうネジ穴がここに表にむき出しになっているんですけど、ここをねこうやってくるくると回すことでプレートを着せ替えできるというスタイルですね。こんな感じに。でカラーリングに関しては、僕が購入したオレンジに関してはね、結構この脂肪感というか、なんかこうフェイクレザーっていうんですかね、ちょっとレザーっぽいような感じもありつつ、こう指で触るとねしっとりと柔らかい滑らない感じがあります。なんか昔ね au からメディアスキンっていうガラケーなんですけど、このねナンバーパッド部分をこのカバーで隠せるみたいな、そういう形態があったんですけど、その印象にこの手触り感とかはすごく近いのかなっていう気がしています。で近くから見るとこんな感じですね。白押しでこの CMF っていうロゴが刻印されていて、よーく表面を見るとこのね脂肪感伝わりますかね。脂肪っぽい感じになっていて、しっとりとした柔らかい手触りになっているっていう。で最初ねティザーを見た時とはかなりね印象が違くて、ここがすごいかっこいい気がします。横のフレーム部分に関しては普通にプラスチックっぽい感じなんですけど、若干柔らかみがあるような印象ですかね。でここのねダイヤルみたいな部分があるんですけど、ここはちょっと硬くて動かないんですが、ここの部分にねスタンドみたいなのを取り付けたりとか、あとストラップとかをね取り付けたりして、そういう風に拡張することができます。めっちゃ楽しそうこれ。で結構面白いなと思ったのが、こういうね着せ替えのパーツだけじゃなくて、3D プリンターでねデータがもう公式から公開されているらしいので、それとかを3D プリントしていくと、このカバー自体も自分で作ることができるみたいなんですよ。で結構 3D プリンターって本当にいろいろなフィラメントでカラーとかね混ぜて作ったりもできるので、本当に自分の好きなカラーリングのスマートフォンにできるんじゃねっていうところがね、やっぱちょっと面白そうですね。まだ試してないんですけど、この動画で後でね、白いちょっとフィラメントとかを使って実際に取り付けてみたいなと思っています。ここのモジュールとかもおそらく 3D プリンターでね、なんかここにこうやって縦に取り付けるスタンドを作ったりとか、なんかそういうちょっとした面白い遊び心がね、そういうちょっとした面白いことができそうだなっていうところが、やっぱ自作キーボードとか最近そういうちょっとしたクラフトガジェット的なの流行ってると思うんですが、そんな方向性をスマートフォンでも感じられるのがすごくありがたいなと思います。めっちゃ楽しみ。外観の話ばっかりしちゃったんですけど、一応性能とかスペック面についてもさらっとこんな感じで紹介しておきます。ディスプレイに関してはこれ 6.67 インチの有機 EL っていうところで 120Hz で2000ニトっていう、結構この4万円のスマホにどうやってこういうの詰め込んでんだっていう感じなんですけど、そういうところですね。プロセッサーに関しては割とミドルレンジクラスって言われるようなものなんですけど、今メモリーは 8GB プラスブースターの 8GB で合計 16GB搭載しているみたいなので、その辺がねどう効いてくるかっていうのが楽しみです。でバッテリー持ちに関しては 5000mAh なので、結構、スマートフォンとしても容量が大きいものかなと思います。結構丸1日使っても持つんじゃないかなって感じですかね。で選べるストレージは 256GB の一択なんですけど、マイクロ SD に対応しているので、一応最大 2TB まで拡張ができるっていう感じです。現実的なのは256GB あたりぐらいかなってところですかね。カメラは割と控えめなサイズ感なのかなと思うんですけど、5000万画素のソニー製のね、リアカメラを搭載していたり、あと超広角カメラとかフロントカメラの合計3つを搭載している感じです。普通に使うなら十分そうな感じはありますね、これは。で意外と結構、このサイズにしては軽いのかなっていう気がするんで、ちょっと重さ測ってみます。よいしょ。
204g ですね。めちゃくちゃスマートフォンとして軽いわけではないんですけど、これ自体がねもう保護ケースみたいなもので、傷ついたら交換ができるから、そのケース付きみたいなところを考えると、それなりに軽量なのかなという気はします。スペックに関してはそんなところで、本当に4万円台のスマートフォンとは思えないぐらいいろいろ詰め込まれている印象です。一応ねこういうハイエンドなスマートフォン10万円を超えてくるようなものと何が違うのっていうところを簡単に触れておくと、カメラのね、数だったり性能だったりが結構違うのと、あとは搭載しているチップだったり、大きいところで言うとこの無線充電に対応していないっていうところも結構ありますね。あとはフェリカお財布携帯に対応していないとか、防水性能がね IP52 っていうところで、雨とかそのぐらいだったら全然問題ないけど、水にずっとつけっぱなしにするのはダメとか、そういうね細かいところの仕様がだいぶ変わってきているのかなっていうところが、価格をできるだけ落としているのかなっていう気はしますね。っていう感じでいろいろ喋ってるんですけど、電源をね入れていきましょうかね。いや何気にナッシング系のスマートフォン使うの初めてだからちょっと楽しみですね。このドットの感じとかも発売されてからねずっと見てきてはいるんですけど、実際にね持ったことはなかったんですね。はい、とりあえずアカウントをこんな感じでクローンしているので、その間にちょっと周辺機器とかを見ていこうかなと思います。よいしょよいしょ。いやこのモジュール感めっちゃ楽しいですよね。スマートフォンって結構買って終わりというか、その後の楽しみって割とデバイスをセットアップしたりとか壁紙変えたりとか、そのぐらいしかなくて、意外と使い心地は前のスマホと変わんないんだよなみたいな、そういうこと結構あるんですけど、この CMF に関してはこういうモジュールとかでどんどん拡張して遊んでいけるっていうのがやっぱ面白いですね。この着せ替えパネルを見ているんですけど、こんな感じでいろんな色にね、本当にこのサイドの横の部分とかちょっと表にかかるこの辺までもカバーするから、本当にスマートフォンは単体でこんな感じで色はね3種類選べるんですけど、本当に選ぶカラーとか関係なくこうやってねいろんなカラーで遊んでいけるのがいいポイントですね。これは楽しいわ、こういうので。結構これ実際に触ってみて思うんですけど、このね青に関してはさっき見た通りちょっとレザーっぽい加工が施されてるんですが、こっちのグリーンに関してはこれ結構カサカサとしたプラスチックな感じです。でカサカサとしてんだけどサラサラね、この表面の加工が施されていて、このザラザラ感がすごくいいですね。意外とこの質感2種類あるのすごいなと思います。この外部のアクセサリーで購入するとね割と高めのアクセサリーだとは思うんですけど、今回はねこれらが全てついてきたのでありがたいです。でこんな感じで、これらはかっこいい。これオレンジ色のこのシムピンみたいな、シムピンじゃないか、これ六角レンチなのかな、シムピンか、シムピンみたいなのと、あとマイナスドライバーが付属しています。これいいな。はい、続いてはこの背面につけるモジュールたちですね。これが正直めっちゃ楽しみだったので、これらをちょっと使っていきます。よいしょ。今3種類だけどどんどんこれ拡張されていくのかな。シリーズが例えばフォン2、フォン3とかになってたらいろいろ出てくるんですかね。早速開封してみました。いやめっちゃ質感良くないですか。このちょっとこれラバーな感じでいいですね。ちょっとこれから見てこう。こんな風にこういう感じなんだ。結構この質感自体はさっきのね表面にあったラバーのビーガンレザーみたいな感じなんですけど、これめっちゃおもろいのがパコッとここにこんな感じでカードケースになっていて、3枚ぐらいだったらクレジットカードとかスイカとか入る感じですね。で一応お財布携帯には対応してないんですけど、こういう物理カードとかを直接この中に入れておけばスマホでタッチする感覚で普通に使えるんじゃないかなと思います。でこれもサラサラとしていていいですね。こんな感じでブツッと多分挿して、これがこういう風にスマホスタンドになるっていうところです。スマホスタンドが最初からついてる携帯ってあんまないからいいですね、このスマホに。でこれはねストラップですね。こんな感じでこのねストラップ部分もホールとか最初からこうやってねガチッとこのネジの部分で固定してちゃんとスマホをねぶら下げて持ち歩けるっていうのが、このアクセサリーの展開も考えられてるっていうか、いや普通今時はこうだよねみたいな意思を感じますね。すごくこれらのこの
デザインの統一性だったりとか、この方向性みたいなところで言うと、いやこれは絶対いるでしょうみたいな、ちゃんとその辺が考えられてる感じがあっていいです。はい、という感じで実際にデータを移行してこんな風に、初期セットアップ完了しました。いいですね。初めてのこのナッシングのこのトップが、この時計の感じとかすごい可愛いウィジェット。ここでね天気を見れたりとかいろいろあると思うんですけど、思ったよりも普通にこのダウンロードしたアプリたちがいろいろあるんですが、サクサクと動いてくれる感じがします。結構 Android だとこっちに行く時にね割と重い感じがしたりすることもあるんですけど、意外と思ったよりサクサクな気がする。こういう風に使っててもこれは結構すごいですね。これが普通に4万円台でディスプレイもすごく綺麗だし、こうやって閉じる時のねこのふわみたいなこういうところとか、あと画面内の指紋認証とかね、そういうところで本当にこれ4万円台なのっていうのがねやっぱり脳裏に焼き付いてきますね。多分どんどん使っていたりとか、ネットワークとかね裏の方でこういうアプリのダウンロードとかをすごいしていくとちょっと重さは感じる気はするんですけど、普通に使う分にはもうサクサクな気がしますね。こんな風にパキッと押して、ちょっと今 Wi-Fi オフにしてたんですけど、こんな風にこうやってウェブページを表示したりとかも、若干やっぱこういうね画像が多いところとか広告がたくさん入るところはちょっとカクつくところはあったりするんですが、基本的にはサクサクで、だいぶこういう軽い作業とかだったら全然いけそうな感じ。テキスト入力もこんな風に結構サクサクと早く入力することができて、こんな風に動画とかも普通に問題なく表示できますね。最近のスマートフォンなんで当たり前なのかもしれないんですけど、全然何も問題ない気がする。ちょっと飛ばしたりとね、こうやってシュッてやったりするとちょっと重さというかもたつきは感じる感じですね。これからねいろいろ使っていきたいんですけど、まずはやっぱり背面ですよね。背面のハックみたいなところをしていきたいと思います。このね裏の部分はこういう風に付属しているこういうマイナスドライバーとかでこうやってくるくるすると取れるっていう感じですね。ちょっとやってみます。よいしょ。まずネジを取って、こうくるくるっと回すとシムピンをポッと外して、ここをよいしょ、こうやって外すと、すごい、なんかちゃんとここまでデザインされてる感じがあってかっこいいですね。もうこれだけで透明カバーとかで使ってもいいぐらい、本当にオレンジの要素が全くなく、なんかむき出しのちょっとインダストリアル感がある感じがします。すごい、この横の部分とかむき出しなんだ。これカバー自体はこんな風にネジとこのねピンとかで固定されている感じなので、こういう風にね、すぐに取り外すことができます。で本当にさっき紹介したこういうね、グリーンっぽいパネルをこうはめ込むと、よいしょ、すごい、完全に全く違うスマホになった。本当にこの外装のパーツを切り替えただけで、これでオレンジの要素が全くなく完全に違うスマートフォンになりますね。これはちょっとやみつきになるなこれ。でもとりあえずこのねネジ、付属しているネジとかを締めると、完全に全然違うものになります。全然違うスマートフォンの印象。これはめちゃくちゃ面白い。であとは例えばこの色にしたいってなったら、今日の気分とかでちょっとねネジとかを取っ替えたりして、このカバーを変える感覚でこの全然違う色のスマートフォンになるのおもろ。いいですね。これ白が欲しいな。早くちょっと 3D プリンターで作ってみようかな。とりあえずはねやっぱりオレンジがいいかなと思って買っているので、一旦オレンジで使うんですけど、こんな風に気軽にパーツを入れ替えたりとか、あと3D プリンターとかでね自分で作ったりもできる感じみたいです。で色とかも例えばね、さっき開封したこのスタンドとかをこうやって取り付けると、よいしょよいしょ、このスタンドとかもこういう風にねガチッと固定をして、例えばこうクイってこんな感じで押し上げると、すごい、これスタンドとしてちゃんと機能してますね。この無段階調節ができる感じでスタンドになってくれていて、これは上がるわ。クラフトガジェットだこれ。あとはこのねパーツをこんな感じで取り付けた上から、こういうねここに多分専用のネジが入っているんですが、軽く財布というか
財布ではないんですけどカードケースみたいなのが装着できるっていう、ここが面白いですね。やっぱこれ人口がどんどん増えて、ここのモジュールとかがいろいろ出てきたら本当に面白くなりそう。これグイッと、はい、いつでもカードが収納できます。しかも回るんだけど、これどういうこと？回すことある？若干このネジ部分が結構大きいんで、やっぱりこういう風にねちょっとボコッとなる感じはあるんですけど、なだらかな傾斜を描くことで意外と持ちやすさは感じますね。例えば、これとかもこういうねキーボードとかをこうやって組み合わせることで、こうやって打ちやすさがすごい感じることができます。もしかしたらこれで互換性あるのかなと思うんですが、こんな感じでこのストラップホールと財布みたいな部分を足した状態で、これでねこういう紐を通したりとかもできそうです。こういう風に全部オレンジで統一してもいいし、あとはトポロジーでもねこういう感じの紐のスマホ用アクセサリー売ってたりするので、そういうのを取り付けても面白そうですね。このパーツだけあってもすごくいい気がする。はい、っていう感じで CMF フォン1に関しては公式でね売っているアクセサリーでいろいろ付け替えても面白いんですけど、なんかすごい面白そうなのが 3D プリンターを使ってねなんかアクセサリー作ったりとか、自分独自のケース開発してるとか、あの辺がめっちゃ楽しそうなんですよね。なんか見てみるとなんかねレディットみたいな感じでナッシングコミュニティっていうのがあるんですけど、そこで CMF フォン1のプラットフォーム for Builders みたいなページがあるんですけど、こことかでこういうね CAD データを配布していて、それで自分で自由に作ってみてみたいなのを結構ねやってたりして、この辺が結構活発なのが面白いですね。なんか電子ペーパーとかメモ帳とかで裏に自分の好きなイラストを表示してみるとか、あとはこういう自分の好きなカードを入れるための、こういうケースとか、こういうのからね派生して実際に公式でも CAD データ配り始めたらしいんですけど、基本的にね英語ベースではあるんですけど、こういうかっこいいケースだったり、このねマネークリップというかカードホルダー付きのこういうケースを作る人がいたりとか、この辺やっぱねちょっとガジェット、クラフトガジェットみたいなのが好きな人たちからするとすごく普通のスマホよりも楽しいんじゃないかなっていう感じがしますね。こういうなんかGoPro のユニバーサルマウントみたいなの取り付けてみたりとか、こういうのが本当にいいなと思ってて、で実際にねちょっとこの CAD データを使って 3D プリンターしてみようと思ったんですけど、なんかちょっとねうまく僕の初心者レベルではうまくいかないところがあって、他にいろいろ調べてみるとこういうねサイトがあったりして、ここで結構 CMF フォン1用のこういうアクセサリーとかが配布されてるんですよね。とりあえずちょっとね真っ白いケース作ったらどんな感じなのかなと思って、ここのね CMF スクリーンプロテクティブフォンケースっていうのをちょっとね試しに作ってみようかなと思います。本当にデータはダウンロードここでインストールするだけで、この 3D プリンター用のソフトがあるんですけど、ここにこうやってね読み込んで、なんかこのどういう感じで印刷するかみたいなのをこうシミュレーションするだけでね、でそこからプリントするだけで本当にケースが出来上がるっていうので、ちょっと面白いですね。ちょっとやってみようと思います。はい、というわけで今こんな感じで 3D プリンター稼働させているんですけども、 CMF フォン1のこのねケース部分家でプリントしていこうと思います。家ですぐにこれができるのがすごいです。はい、今こんな感じでプリントしています。だいたい30分ぐらいで終わるみたいなんですけど、こういう風にねちょっと微妙にこうシャッ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 ってしながら作ってる感じですね。めっちゃ形ができてきてすごい楽しみです。でフィラメントがこれ1ロール 1kg ぐらいあるのかな。それで3000円とか4000円で、このケースがね 20g しか使っていないので相当格安ですね。数円から十数円程度で、1ケースができるっていう感じです。これはねちょっとトライアンドエラーとか、実際にこの3D プリンター用意する必要とかはあったりするんですけど、なんか家で作れるのすごい夢がありますね。背面カバー。はい、というわけで実際にねさっきのデータを 3D プリントしたケースがこちらです。結
構すごくないですか？思ったよりなんかねしっかり作られている気がします。この背面とか見てもちゃんとねこういうちょっとしたモジュールだとか、あとバーコードみたいなのがね貼られる箇所があるんですけど、そこの位置とかもちゃんと細かくね設計されてますね。で横の部分も本当に薄型で標準のねケースと同じような薄さなんですけど、 3D プリンターでも結構ちゃんと出ますね。この感じ、ここの横のやつとか本当に Amazon でセールだと3万円台で買える 3D プリンターなんですけど、今時こんなところまでできてしまいます。ただちょっとよく見ていくとねやっぱチープな感じはあったりして、ここのなんかちょっとグネグネしてるところだったりとか、あと背面のね素材がプレートによって異なるんですけど、一旦ちょっと今プリントしたものだとこんな感じでちょっと光沢感が感じるざらついたものになっていたり、この辺がねちょっと粗さがあったりしています。ただこれが 3D プリントで作れるのすごいですよね。この感じ、いや本当に40分ぐらいで作れました。でこれを実際にちょっとね CMF-PHONE-1 に装着していこうと思います。この状態でもねかっこいいんですけど、実際これ自分でデータ出力したものを組み込んだらどんな感じになるのか、はまるのか、思ったよりちゃんとすごい思ったよりちゃんとはまる。すごいいですね。なんか、安っぽさはスマートフォンとしてやっぱプロトタイプ感は出るんですけど、これはこれでなんかいいんじゃない？ちょっと日の丸弁当みたいになる気はするんですけど、一旦ねこんな感じでくるくると取り付けていきます。なんかそれっぽい。しかもこのバンパー部分もしっかりね保護してくれるタイプのケースなので、こんな感じでしっかりとここが覆われています。この感じはこれで面白いよな。でここの色とかがやっぱちょっとね違和感ある感じなので、これとかもね 3D プリンターで出力すればもう少し違う風合いになるのかなって感じですね。あとここの部分かな、ここもなんか塗装すればちょっとマシになるのかなっていう感じです。ちょっと今うねうねしてる感じなので、それとかを考えてもやっぱ 3D プリンターでこのボディを作れるってめちゃ面白いですね。あと電源ボタンのこういうポチの部分とかは出力できてないので、こことかねちゃんとこういうところから、これをちょっとぶっこ抜いて使うのかちょっと考えるところなんですけど、こういう風にねここの部分は押しづらいという感じです。でもそれ以外は本当に普通にケースとして、落としても大丈夫な頑丈なものとして作り上げられています。元のデータ自体は同じものなので、例えばねこんな感じで他のモジュールをこうやって組み合わせてみても、これはこれでなんかおしゃれな感じもするし、なんかこういう風にねスタンドをつけたりとか、他のねなんか別の 3D プリンターでまたマネークリップみたいなのを印刷したりしても面白いのかなっていう気がします。ネイビーに対してこの感じもすごい可愛いですね。この色、このオレンジとネイビーを組み合わせてもすごい可愛い感じがする。こういうのでいろいろモジュールとカラーをね組み合わせて遊んだりとか 3D プリンターでできるっていうのが CMF-PHONE-1 いいですね。なんかというわけで CMF-PHONE-1 について、購入してからね実際にこのアクセサリー紹介したりとか、3D プリンターでねケース作ってみたりするところまで今回の動画やってみました。結構ね面白かったですね。結構スマートフォンって割ともうインフラ化してきている気がしてて、なんかそれ自体にねガジェットの面白さって随分昔と比べるとちょっとね減ってきてる印象ではあったんですよ。例えばカメラだけが進化していくとか、処理能力上がっても体感としてはあんまりわからないとか、そういうところでね、別のガジェットをこう面白いのないかなとか言って探しに行ったりしてたんですけど、 CMF-PHONE-1 に関しては4万円台でね買える廉価スマートフォンとしてはもちろんなんですが、こういうねなんかクラフトガジェットというか、自分でなんかガジェットこういうのあったらおもろいかもっていうのをパーツをね 3D プリンターで印刷したり自分でね、設計したりするところにすごく面白さを感じられるスマートフォンなのかなと思ってます。こういうのって普通のスマートフォンって割とね純正アクセサリーを売るために本当に専用設計にしたりとか、ネジとかもね本当になんか特殊なもの選んだりすると思うんですが、 CMF-PHONE-1 に関しては普通にねその辺で売られている M2.5 のネジで取り付けられたりもするし、割とこの
スマートフォンケースって最近1万円近くしてきて、本当にこんなプラスチックで1万円もすんのみたいな感じだったりすると思うんですが、3D プリンターでね、ちょっと品質は低かったりするんですけど、それでも1個数円とか十数円で作れるっていうのを考えると、これはなんか今の時代のスマートフォン業界に対してのカウンターカルチャー的なね要素を感じざるを得ませんね。めちゃくちゃガジェット好きとしてはすごくワクワクするスマートフォンっていう感じです。で、肝心の、スペック実際、動けんのとか、本当になんか防水性能どうなの、実際どこがいいの、どこが残念なのみたいなポイントはね、ちょっとこの短期間で試すことが難しくて、本当にこういうのばっかやってたんであれなんですけど、ちょっとね、期間を空けて、実際に使ってみた感想っていうのを後編の方で紹介していこうかなと思ってます。今回の動画ちょっと長くなりすぎちゃうし、この面白さをね熱量あるうちに伝えたかったので、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。もし気になった人はナッシングのサイトを見てほしいし、あとはね IIJ のなんかサイトとかだとイヤホン込みで3万円台でね、なんかスペシャル価格みたいな SIM 込みなんですけど、そういうの売られてたりするので、安く購入してみたい人はそういうのねチェックしても良いかもしれません。はい、というわけでこの動画気に入っていただけた方、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ともろくでした。いや、次何作ろうかな。このネジ穴のねこの部分を使ってちょっとなんかスタンドみたいなのとかモジュールをちょっと開発してみたいですね。